こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ようやく通路上の湧きそうにウィザースケルトンが湧きました。どこかに留まる作戦でも、モブがいっぱいはいたわね。さて今回は、デフォルトの描画距離と、描画距離を10ジャンクまで引き上げた時の湧きの差を比べる下準備をします。残してる検証項目では3番目ね。まずは建物構造上気になるところを手入れしてから、デフォルトの描画距離の湧き具合を慎重に測ってみます。でもそれが分かったら何がいいの？どこかに留まる作戦でモブの湧きを回復させるとき、どの程度の時間留まったら良いかの目安が、計算できるようになりそうなんです。今時点で8倍という数字を出してますが、これは噂で聞いた数字を推定値に使って間接的に求めた数字ですから、そろそろきちんと求めたいんです。そういうことなのね。ちなみに今、頭を集める良さげな方法を2つ考えています。一つは、ネザー要塞を普通に探索しますが、時々どこかのポイントで留まって湧きを回復させる、という方法です。もう一つは、ネザー要塞内で通路が密集しているところを広めに整地して、それが見渡せる場所に留まって湧くのを待つ方法です。前者は留まる時間、後者は整地作業時間がロスになりますよね。つまり、それのどちらが良さそうか見極めたい、という話なのね。湧き層作りで残ったのは、あとこの通路だけなんです。しかし、ネザーラックが不足してるし、正直湧き層作りには飽きてきましたので、平らに整地するまでに留めておきます。よし、これで綺麗になりました。あとはどうしようかと見回りながら考えているところで、また湧きました。この2体でもう78体なのですが、ほんと頭をドロップしてくれません。さすがにドロップ率の計算ミスを疑いたくなるレベルですが、何度見直してもミスはなさそうなんです。相変わらず運が偏ってるわね。ちょっと迷った挙句、拠点のある階層のレールを迂回させることにしました。このエリアの奥の湧き層の真下を通すようにした方が、湧いたのを確認しやすいんです。これでよし。試運転行ってきます。おお、いいんじゃないでしょうか。これならトロッコで通れば湧きそうからモブが降りてきそうね。さてでは、今から1時間ほど探索に専念してみます。え？ 1 時間も？いえ、あとでもう1本やるので、合わせて2時間の予定です。なんでそんなに？このくらいの時間を取らないと湧き具合の精度を確保できなそうですから。今までのプレイで、20分以上探索に専念していた期間は5回あったのですが、察するに今回の検証の2時間で、群れが湧く回数は20回ちょっととなりそうなんです。2時間やっても、たまたま2回余計に湧くだけで 10% 狂うレベルなんです。遠出してディスポーンさせるのも定期的に行います。要するに、今までと同じプレイ方針で測定するのね。とりあえず湧きました。3体いるので、これで合計81体なのですが、もはや頭をドロップしそうな気がしません。ほんと出ないわね。10分かけて、ようやくまた湧きました。おお、またいた。ぴょんぴょん楽しそうね。おお、これは10点上げてもいいんじゃないかしら。そんなのあり？ちょっと待って待って。伏兵来たわね。うお、なんでこんな時に。今度はこっち？うわまだいる。これだけ伏兵が隠れてるなら、つまりさっきのは総大将よ。これは首取って戦乱の世をのし上がるチャンスね。
急にそんなこと言われても。お、よかったまだディスポーンしてない。小をインと欲すればまず馬をいいよ。まず馬から引きずり下ろすのよ。は？え？こんなに埋まるの？でや。打ち取ったりー。あれ？でも対象の首はドロップしなかったみたいですよ。どこかに埋まってたりとか。ないようなんですけど。運悪いわね。ちなみに今ので、頭3つが集まる期待値の86体なんですけど。そう、よかったわね。お、やっとまた湧いた。いつの間にか、モブが湧くのが随分稀になったわね。モブがだいぶ溜まってきて、ディスポーンしづらくなっているんでしょうね。そういえば以前は、レールを敷いて建物構造上の湧き率を下げても、トロピコで移動時間が向上するので有利と見ていましたが、この予想は、ディスポーン処理数の上限の予想を立てる前に考えたものなんです。考え直さないとならないですね。何が変わったの？モブがかなり溜まっている時には、モブがディスポーンするまでの時間が長くなりそうですから、モブがディスポーンする前に駆けつけられる、という利点がだいぶ失われます。移動がいくら速くても、肝心のモブが湧く頻度が低いままであるのなら、トントン以下になりそうです。おお、20分ぶりにモブが湧きました。ただ、聖地スペースに湧いてたので、これは湧いた数のカウントからは除外します。お、また湧いた。こっちはネザー要塞内なので湧いた数のカウントに入れます。見分けづらいですが、また湧いたようです。ゾンビピッグマンが溜まり続けると見分けづらいので、この探索が終わったらぼちぼち遠出して一掃しますね。さて遠出して戻ってきたところなんですが、やっぱりゾンビピッグマンは一掃されています。あれだけ長く消えなかったモブが、一掃されているのはなんだか不思議よね。実は一時期、128メートルのディスポーンが、東西方向への移動では処理されず、南北方向なら処理されるのではとも考えてたことあるんです。ネザー要塞内の移動は主に東西方向で、ネザー要塞外に遠出するときは南北方向だものね。ありそうだけど、なんで違うと思ったの？東西方向の移動でも、たまにですがモブがディスポーンすることがあったからです。それに、ディスポーン処理の上限があると考えた方がしっくりきますね。さて、ほぼ1時間経ったので、ぼちぼち連続探索は一旦終了にします。一気にやると疲れてしまいますから。さて、湧き加減を見てみると、見事に過去最悪でした。1時間探索して群れが湧いたのが7回、このペースなら頭6つ集めるのに74時間かかりますね。うおー。またチキンジョッキー見つけました。どうしよう。どうしようって、ネームタグ使って買うわよね。いやでも、ネームタグはリスポーン拠点に置いたままですし、何より買ってしまえばモブの湧き数の上限が1減ることになりますよ。そんなのいいじゃない。いやまあ、そのうちまた湧きますよ。湧くんじゃないかな。とは言っても、やっぱり後ろ髪引かれますけどね。さて、次の1時間の検証までに、やはり湧き層を完成させてしまうことにしました。あの場所は周囲が空中なので、湧き層作ったらそこそこ効果がありそうですからね。もう1本1時間探索し続けてやはり湧きが7回程度なら、データとしては心もとないです。というわけで、ネザーラックを集めてます。では改築してきます。あと、ほんとそろそろもう頭をゲットしたいので、探索と交互にやりますね。拠点付近に3分ほどとどまってたので、まあ湧くかなと思ったら湧きました。しかし、なんで湧きそうから起きたウィザースケルトンは元気がいいんでしょうか？ちょっと気になってチキンジョッキーを見に来たら、鶏になっていました。
さて、頑張ります。トロッコからの降り際にアイテム化するのを狙ったんですが、うまくいきません。まあとりあえず、2体はいて、これで93体です。おお、セーフ。脇層の方はというと、天井付近はネザーラックで埋もれている場所がやや多めでした。期待するほど湧かないかもしれませんが、まああと少しなので最後まで作ります。うわ、ちょっとビビりますって。これで94体。さて、唐突ながらリスポーン拠点に来ました。実は、エンチャントするのを面倒がって後回しにしてたんです。ちょっともったいなくない？レベル30から33までは結構貯めるのに経験値いるわよ。いやもう悟りましたよ。欲しいと思ってたら、インフィニティは出ないんです。忘れてるくらいの時に、ポンと出たりするんですよ。それじゃ行きますよ。や。インフィニティでなかったじゃない。でも、過去最高性能が出ましたよ。次でいけるフラグですよこれ。さてでは、脇層を最後まで完成させてしまいましょう。が、うっかりしてました。もうヘルメットの耐久が残ってなかったです。予備のヘルメットと合わせると、必要なレベルは16ですね。まあまあ安くて助かります。取っておいた鉱石で経験値を貯めて、無事に修復しました。さて、ちょっと手抜きですが今度こそ完成。では拠点に戻って、次の1時間探索にかかります。帰り際にまたは来ました。僅差で間に合わなかった。出た。